ゴミ収集ボックスの上にミッキーマウスの人形が置いてあったんです。この存在何？ボソ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 、何を言ってるんだこの子はと思い、耳を傾けた時、私は一気に飛び起きてしまいました。どうも、島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ2025年もやります投稿階段、今回ねお送りしていきたいと思います。やばいです。本当にずっと皆さんにね不思議体験を送っていただいてるんですが、また今回もちょっとえげつないというか、何この話っていうのがねもうたくさん集まってて、今日ご紹介できるのが嬉しいですね。今回はですね、5人の方、ペンネーム哲弘さん、 ER さん、ヒロさん、そしてですねミミズクさん、そして、末端冷え性さんというね、5人の方なんですが、紹介させていただきます。この紹介ね今日させていただいた皆さんは、番組特製2枚組のステッカー、悪霊退散と開運のステッカーですね、送らせていただきますので、ぜひ概要欄にありますメールアドレスの方にステッカー係というタイトル書いて連絡先をね送ってほしいと思います。時間かかってしまうかもしれませんが、ステッカーの方送らせていただきますのでね、楽しみに待ってほしいなと思います。でさらに引き続き皆さんから不思議体験、同じですねアドレスの方に随時募集させてもらってますんで、よかったらね送ってほしいなと思います。いっちゃいましょうか。まずは哲弘さんから、紹介していきたいと思います。いつも楽しく動画拝見しています。ありがとうございます。僕は霊感ゼロで霊体験はなかったんですが、この夏という2024年のこの前の夏ですよね、一度だけ体験したのでその体験談を送ります。島田さんに読んでいただけたら嬉しいですという。霊感なかった方がこの前の夏に初めて体験しちゃったっていう。僕は27歳の元フリーターです。友人の紹介で7月から正社員として近所の工場で勤務しています。主にですね夜の11時23時から8時までの夜勤担当なんですが、うちの工場は3階建てでエレベーターで移動しています。夜ずっとね夜通しお仕事お疲れ様です。ベルトコンベヤーのどこかが詰まったと指令室から連絡が来たら調査対策に向かうんですが、基本は一人作業なんで一人でエレベーターに乗って現場まで向かいます。夜勤の時はだいたい10人いて、で9人は指令室の方にいます。僕はその時一番下っ端だったんで確認作業に必ず僕が行かされていました。他のみんなは指令室にいて工場内には誰もいないはずなのに、エレベーターが先ほど自分が降りた3階から2階に移動していることが多々あったんです。そういうシステムなんだろうなとは思っていたんですが、先輩に聞くとどうやらそうではないらしい。幽霊がいるということなんです。昨日も自分が3階で降りてすぐトラブル発生で2分後くらいにエレベーターに行くと、エレベーターは1階に降りていました。下は誰もいませんしボタンは誰も押していないです。怖くなり3階のエレベーター前で固まっていると、1階でしばらく止まっていたエレベーターが2階に向かって動き出したんです。3階に上がってきたらどうしようかと震えていたら、そうですよね、誰もいないはずの1階からエレベーターが急に上に上がってくるわけですからね。これ怖いですよね。先輩から無線が入り、早く調査に行けと言われました。その時にエレベーターの話をしたら、今ですね誰もいないんだけど急に下からエレベーター上がってくるんですよって話をしたんでしょうね。そうしますと、ちょっと一旦帰れ、それまずいやつと言われ、あまりに怖く腰が抜けて歩けなくなってしまいました。そしてそのうちまたエレベーターが動き出し、とうとう3階にエレベーターが上がってきたんです。チーンスー、扉が開いた途端、黄色い安全ヘルメットをかぶった工場の作業着を着た目が真っ黒の太った人が出てきたんです。そして
僕を見た途端にスーッと消えたんです。無線が来たんで喋ろう、今の状況を喋ろうと思っても恐怖でヒッとしか声が出なく、先輩たちが心配し現場の方に来てくれました。両脇を抱えられようやく指令室まで戻れました。そこで先輩たちに今見たものを説明すると、とうとう出会ってしまったか、きちんと説明しとくべきだったな。実は23年前にプレッサーに頭部を潰された人がいて、その人すごく真面目で体型は滑腹のいい人でね、次の日からその人の幽霊が夜中に徘徊するようになったんだ。幽霊ってね、霊感がある人だけに見えるって言うけど、その人はなぜかみんなに見えるんだよね。でも悪いことはしてこないから変に怖がらなくていいんだよと聞かされました。お花、お酒、お菓子をエレベーターのそばにお供えさせてもらいました。すごい話ですよね。よくね、エレベーター、夜ねオフィスでなんか仕事をしてるとですね、急にチーンと開く、誰か来たのかなと思うと誰も乗ってない、じゃあなんで誰かみたいなねことよくある、こんな話も聞くんですけど、やっぱり深夜だったりとか誰も押していない、誰もいないはずのエレベーターが動く時っていうのは、何か見えない存在がこのエレベーターを利用して移動している時なんでしょうかね。で、今回の話ちょっとすごいなと思ったのが、このエレベーターがなんでこんな風に動くんだろうななんて話はね、ずっと気にはしてたんだけども、これを先輩に聞くと幽霊がいるんだよっていう、だからみんなが当たり前のこととして認識してたっていうね。でさらにちょっといつもとはまた違った動き方、自分がね3階にいる時にどんどん上がってくるって話をすると、いやそれはやばいやつだ、すぐ戻ってこいっていう。だからそのエレベーターの動き方によっても、ちょっとそれはまずいっていうのも皆さん先輩たちは知ってるっていうね。で実際のところ23年前に被害に遭われた方がいらっしゃって、その方ということが分かるんですけどもね、何がすごいって、この霊感がない人でもなぜかこの23年前に亡くなった方の幽霊だけはみんなが見えるっていう、これどういうことなんでしょうね。いろいろ考えたんですけど、今ね文の中にとても真面目な人だったんだっていう話があったので、もしかするとそうやって被害に遭われた後もやっぱり夜ね、その現場でまだお仕事をされてるのかなっていう、真面目な方だからこそしっかり時間きちっとね、亡くなった後もその生前のように勤務されてるのかなと思うとちょっと切ないなと思ったりもしたんですけど、でこれが霊感がない人にも見えるっていうところなんですよね。すごく気になったのが、もしかするとここで働かれてる、同じような境遇で働かれてる方たちには見えるのかなってちょっと思ったりしましたね。だからもしかすると僕が言っても見えないんじゃないかなっていう。だからこの方ねがいらっしゃる、見えるってことは、もちろんそこで働いていた方たちに、こういうね自分がいたんだってことを忘れてほしくないっていうメッセージもあると思うんですけど、それと同じぐらい自分がこういう、被害に遭ったから夜ね、やっぱり夜通しお仕事ってすごく精神的にも肉体的にもきついと思うんですけど、でもみんな気をつけてくださいねっていう、何か自分を通してそういうメッセージを真面目で優しい方なんじゃないかな。だから霊感がない人でもここで働かれてる人たちには見えるんじゃないかなって、その方を見るとみんなもね気を引き締めて、安全に仕事しなきゃって気持ちになると思うんでね、そういうことをちょっと考えてしまいましたけども、すごいお話でしたね。ぜひねこれからも、お花、お酒、お菓子をねお供えされたって話ですけども、何かエレベーターが動いてる時には手を合わせたりね、その方の方に思いを馳せていただくといいんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございました。いきなりすごいでしょう、哲弘さんの話。哲
続いてもなんですが、続いてはですね ER さんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しくお階段巡り拝見しております。ありがとうございます。島田秀平さんのお優しく丁寧な語り口調が大好きで、聞いているとつい眠ってしまうこともしばしば。嬉しいか嬉しくないか、これ微妙な、本当にあるんですよね。もうよく言ってますけど、道歩いてるとお階段巡りもう見てますよ、あ本当ありがとう嬉しいです。いや本当ね、寝る前にねいつも階段巡りをねもう見るっていうか聞いてるんですけどね、あれめちゃくちゃよく眠れるんですよっていうね、まあもうどんな風にね聞いていただいても嬉しいんですけど、めちゃくちゃよく眠れるんですよってすんごい言われるんですよね。はい、すごい若干複雑な気持ちになるっていう、はい、まあ、でも嬉しいです。ありがとうございます。過去の投稿ですね、怪談を拝見しまして、私にも心霊体験のようなのがあったので、今回投稿させていただきました。今からもう20年以上前のお話です。当時私はとある飲食店でアルバイトをしておりました。アルバイトはみんな仲が良く、お泊まり会をしたりバーベキューをしたり、楽しくみんなで過ごしていました。いいですね、なんか素敵な職場。ある時京都にある有名な心霊スポットに行こうという話が持ち上がったんです。私は子供の頃から怪談が好き、心霊番組は欠かさず見るような人間だったんで、もうすぐに行く行くノリノリで返事をしました。結局7人ほどで行くことになり、本当仲いいんですね皆さん。夕方集合し、ワンボックス1台にみんなが乗り込み向かうことになったんです。夜ご飯はコンビニで買い込み、車内で適当に済ませ、若い子ばかりのメンバーだったんで、向かう時は大盛り上がりでした。車を2時間半ほど走らせ、そろそろ着いてもいい頃だなという場所まで来たんですが、ナビの案内が同じところをぐる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 回り出し、なかなか目的地にたどり着けないんです。その頃には盛り上がりも落ち着き、なかなかたどり着けない状況にみんなが不思議がっていました。そしてさらに2周ぐらいした後、さすがにナビに従って同じ道をぐるぐる回っても意味がないなと思い、違う道に行ってみようよと私が提案したんです。運転をしていた子も賛成し、ナビとは関係なく走り出しました。どこを走っても同じような住宅街が続き、期待をしていたような刺激もなく、皆も少し盛り下がっていた頃でした。特に何の考える暇もなく、とふと気になる道があったので、そこを右に曲がってみて、運転をしている子に言ったんです。誰も反対せず、じゃあ行ってみようかってことで道を曲がっていきました。曲がった先は細めの道で、途中から砂利道になっていきました。途中からは上り坂にもなっていて、左側は竹林みたいな感じ。しばらく進むと突然視界が何も見えなくなりました。一同がとなり、助手席に座っていた私は急な下り坂になっていることに気がついたんです。ライトがハイビームになっていたんで、ライト下げて下げて、で下り坂ですからライトがねハイビームだとね上照らしちゃって下見えませんから、下の方照らしてライト下げて、そのライトが下がった瞬間でした。そこは行き止まりの場所だったんですが、そこには何百というお地蔵さんがずらーっと一面に並んでいたんです。一同ギャー大絶叫。運転をしていた子もパニックを起こし、必死で切り返しその道を後にしました。私には霊感もなく、本当に思いつきで気になる道を伝えたばかりにみんなに怖い思いをさせてしまい、申し訳なさと怖さでしばらく震えが止まりませんでした。それ以来は心霊スポットに行くことをやめました。京都の方たくさんいろんな場所ありますけども、そこに向かってるんだけどたどり着けない、もうナビがねっていう、ぐる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 回っちゃう、これ結構あるあるですよね。でじゃあどうしようもないからってことで走り出して、何気なく気になる方に、道のね、行ってみるとね、なんか急に視界がなくなる、何も見えないなって思うんで、ライトをハイビームから下に
した瞬間、ここにお地蔵様がずらーっ、めちゃくちゃ想像しちゃいましたね。まあね、幽霊が出てきたとかっていうわけではないんですけども、そこに迷い込んでいた、もしかしたら呼ばれていたんじゃないかっていうね。ただね、何も見えないところから急にねライト下げて見えた瞬間に無数のお地蔵様がバッともう本当に目の前に見えたら、これ相当怖かったんじゃないのかなと思いますが、何もなくてよかったですよね。呼ばれてたんでしょうかね。いや、ありがとうございました。貴重な体験談ですね。続きましてペンネームひろさんから送っていただきました。この話もね、ちょっとどういうことなんだろうか。島田さん、こんにちは。いつも YouTube 楽しみに拝見しております。ありがとうございます。当方不思議体験がありましたので投稿いたします。これはですね、東京の学校の方で一人暮らしをしていた頃の話です。自分は大学への進学を機に東京のアパートで一人暮らしを始めました。ある日、ゴミを捨てに行った時、ゴミ収集ボックスの上にミッキーマウスの人形が置いてあったんです。その人形はゴミ収集ボックスの上に開ける、扉式の蓋の付け根のところにアパートの壁にもたれるように、そしてだから道路の方を見て座っているような形で置かれていました。ゴミ収集ボックスの上にだからこうね、壁にこうスッともたれかかるような感じ。結果的に道路の方を、ね、人形が向いているという形ですよね。私はその人形を見た時、少し嫌だなって思ったんです。人形は随分遊んでもらったのかなというぐらい汚れがあり、そして顔にも何か表情があるように感じたんです。その人形はその後もしばらくそこにあり、出窓から外を見ると、あるあるなんていうのが分かるんで、どうしたもんかなと思い、日々を過ごしていたんです。そんなある日、夜寝ていた時のこと、私は大学の体育会系の部活動で朝練に参加していて、毎朝5時起きだったんで目覚ましを4つくらいかけていたんですが、そのうちの1つが突然鳴ったんです。あれ、もう朝かなと思って時計を見てみると夜中の3時ぐらい。いつもはね5時に起きるはずですから3時っておかしいですよね。おかしいなと思ったんですが、疲れて眠かったため勘違いかなと思い、そのまますぐに寝ました。するとその後すぐに今度はテレビがついた気がしたんです。おかしなことが起きているなと思い部屋を見回しましたが、特に変わったことは何もありませんでした。ずいぶん今日は寝ぼけてるなと思いましたが、疲れているのもあってまたすぐに寝直そうと思ったんです。すると玄関のすぐ外に高校生くらいの男の子が立っているような気がして目が覚めました。高校生くらいの男の子が玄関のドアに額がつくぐらいの、ドアのすぐここもうすぐピタッとつくぐらいの場所に立っていて、何かボソボソ言っているような様子が、まるで自分が見ているような映像として頭の中に入ってきたんです。いや、そうですよね。寝ぼけてこうベッドで寝てるわけですから、玄関の外にね高校生ぐらいの男の子がいるなんて見えるわけがないんですよ。だけどもドアのとこピターって本当にこう近くでボソボソ何か言ってるっていうのがバーンってこうビジョンとして入ってきた。めっちゃ怖いですね。この存在何？何か男の子がボソボソ言っていることがはっきりと頭の中に聞こえてくるようになってきたんです。ボソボソ何か言っている。何を言ってるんだこの子はと思い、耳を傾けた時、私は一気に飛び起きてしまいました。男の子が言っていた言葉というのはボソボソ、これ実はだと気づいたからなんです。その時私は理由は分かりませんが、この子はあのミッキーマウス人形の持ち主なんじゃないかと感じました。
人形の持ち主が今人形が置かれているアパートの壁のすぐ隣に住んでいる私を人形を奪った犯人だと思って恨みを持ったんじゃないかと思ったんです。そう思った私は必死に私じゃありません、自分じゃありませんと心に唱えながら、他に浮かぶ言葉もなく南無阿弥陀仏を何度も何度も唱えました。夜が明け朝になり明るくなってきた頃、ようやく部屋と廊下を分けるドアをそーっと開け、玄関の外に何もいないことを確認しました。その日は猛ダッシュで廊下を通り、玄関から外に出て部活動の朝練に行きました。その後日、ゴミを捨てに行った時にミッキーマウスの人形はなくなっていました。以上が私の不思議体験になります。長文失礼いたしました。まあね、やっぱり目覚まし時計が鳴ってテレビがついたような気がした。なんか異変が起きた時、その後に夜中ですよね、玄関の外に見えてないのに男の子がボソ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 って言ってるビジョンがパーンとクリアにこうね入ってきて、でそれが本当に夢だったんじゃないかっていうね、こともあるんですけども、ただこの何でしょうね、バーンとこうビジョンとして入ってきた。でその時直感でこれあの人形の持ち主なんじゃないかなって思ったってことなんですけど、きっとこういう直感って当たってるんでしょうね。ただどうでしょう、そのね、自分がその人形を奪ってしまったからっていうふうな解釈なんですけど、それでそこまでそんなにって言われるぐらい恨まれてしまうのかなっていう部分だけちょっとそうなのかなっていうのは正直思いましたけどね。だからもしかするとこう人形ってやっぱりね、人型でやっぱりねずっとこう可愛がってってなってくると、その持ち主の念とかね、そういうものがそこに入ってくるっていうことがあるので、何かその持ち主だった子がですね、ちょっとこう辛い目に遭っていて、でその辛い思いでそのこう心のこう叫びっていうものをその人形がその気持ちが入って代弁してたのかなとか、だから特にこの住んでた方にっていうよりも、その持ち主がこう生活してたところで何か辛いことがあったのかなとかね思ったりもしましたけどもね。で今回は多分その持ち主だと思うんですけど、この前聞いてなんかちょっとね興味深かったのが、パンダ公園っていう通称ね公園があったんですって。何かっていうとパンダの遊具があってね、それが人気のね場所なんだけれども、でもそこの公園っていうのが公衆トイレがあるんですけども、人がこう自分で命を絶ってしまうっていうことが頻繁にとは言いませんけれども、でも明らかにそういう方が定期的にこう出てしまうっていう公園だったそうなんですね。でそこである方が夜トイレに行ったら、まさに今から命を絶とうとしている方に遭遇してしまったと。慌ててそんなことやめてくださいってこうね、なんとかこう思いとどまってもらったらしいんですけども、その時に話を聞いたらパンダに呼ばれたっていう、なんかそういう気持ちにはなってなかったんだけれども、パンダに呼ばれて、でパンダにそっちの方にこう気持ちを持ってかれたんだっていうことを聞いたみたいな話を最近聞いたんですよ。もしかすると、そこの可愛らしいパンダっていうね、置物というか乗り物があるんですけど、そこの命を絶ってしまった方とか、あとはそこに集まってくる何か良くないものが、そのパンダというよりしろにどんどんみんなが入って、集合体がそのパンダに入って、でそのパンダが次の人をどんどん呼び込んでるみたいな、なんかそういう象徴になっちゃってるってことがあるんじゃないかなってね、この前聞いて思った話があったんですけど、ただもしかすると
今回は違うかもしれませんけど人形が道端に置いてあったってなるとその辺りにいた魔物とか良くない思い念っていうのがどんどんそこに入っていくっていうその人形の中にそういう集合体の思いが入って何か次の人を引っ張ってしまうとか何か良くないことをするみたいなそういうものになっちゃうことってあるんじゃないかななんてね思ったりもしましたけどちょっとなんでしょうね。でもやっぱ最初に書いてあった人形見た瞬間に嫌だなって思ったっていうその時に何でかっていうと何か表情があるように感じたっていうところが妙に残ってますね心にね。やっぱ何か念が入った人形のね存在を超えた何かになってたってものなんでしょうかね。ありがとうございました。さあ続きましてこちらミミズクさんからいただきました。ちょっとこの話もね皆さんよく想像しながらもうすごい話に聞いてくださいね。いつも興味深い話数々を楽しみに視聴しております。ありがとうございます。今でも不思議だなと思う体験について送ります。信じてもらえないので家族や友人にもほとんど話してこなかった話なんです。今から20年ほど前私はとある平凡な公立高校に通っていたんですが同じクラスに金髪で化粧も濃く見るからにギャルっぽい N という女の子がいました。見た目は派手でも人当たりのいい N はどちらかというと目立たない私とも気さくに話してくれ当時はガラケーだったんですがちょくちょく連絡を取り合うような仲になりました。しかしある時からこの N は学校に来なくなってしまい聞くと体調が悪く入院をしているんだということだったんです。一度退院をして学校に来るようになってもしばらく経つとまた来なくなり入院ということを繰り返していましたがとうとう半年経っても学校に来なくなってクラスメートたちから N の記憶が薄れ始めていきました。そんな中クラスの担任から N へ配布物を届けてほしいと頼まれたんです。容体が気になっていた私はもう一人のクラスメートと2人で放課後 N の入院先病院の方に行きました。大きな大学病院でベッドに座る N は意外にも元気そう。隣に座る20代っぽい彼氏と楽しそうに話をしていました。彼氏さんがねいらっしゃってだから年上の彼氏ですよね。高校の時ですから20代っぽい彼と、彼もお見舞いに来てくれて楽しそうに話してたと。私は最近の学校についてとかねどうでもいい雑談を少ししてから配布物を渡すと早々に病院を後にしました。それからしばらくして N が亡くなったという知らせが届きました。病院にいた時はあれだけ元気だったのに信じられない気持ちでお通夜に行きました。後から聞いたんですが N は彼氏の車の中で見つかり薬物摂取によると聞きました。そのための入院だったのかな。だから入院の理由ははぐらかしていたのかなと思いましたがこれはどこまでが真実かはもちろん分かりません。それから季節が変わり夏になりある日の放課後私は何かの用事で校内に残っていました。日が傾いてきて薄暗くなりそろそろ帰ろうと校舎の廊下を一人で歩いていたんです。その時廊下の隅から制服姿の N が走って出てきました。私は唖然とし何が起きているのか理解ができず内心パニックになってなぜか N に「N もう学校来られるようになったの?」と聞いていました。すると N はこれまでと全く変わりなく「うん」と笑顔で返事をして廊下を走り去っていきました。少しの間ぼーっとしていた私はハッとして後を追いかけますが N はどこにもいませんでした。その後大人になってから N はいろいろあったのかもしれないけれど高校生活は楽しかったのかな、だから戻ってきたかったのかななど今でもたまに思い出したりしますそうですね。学校にね、学校来られるようになったのと聞くとね、
何の変わりもなくと笑顔で返事をしたっていうね、そうですね、学校の思い出ね、ミミズクさんとの時間って楽しかったんでしょうね。やっぱりいつも思うのが、学校でもそうなんですけど、こういった不思議なことが起こる時間帯っていうのが放課後、日が傾いてきて薄暗くなり、そろそろ帰ろうと校舎の廊下を一人で歩いていた時っていう、このね大間が時っていうんでしょうか、なんかその時間っていうのがあの世とこの世との境目、何か不思議なものがね、見られたり、不思議なことが起きたりする時間なんでしょうかね。いやちょっとねすごいお話だなと思いました。ありがとうございました。さあ、最後ペンネーム末端冷え性さんの、こちらね体験談、紹介したいと思います。いつも楽しく拝見させていただいております。私自身がおよそ40年前小学校時代の夏休みに不思議な体験をしたので、お送りいたしますということで送っていただきました。ありがとうございます。私のことをとても可愛がってくれていたおじいちゃんは不思議な力があったんです。その力によって体の問題や仕事ができないとか学校に通えないとか問題を抱えた方たちを救っていました。すごいことですね。夏休み中のある日午前中なんですが、般若心経のお勤めが終わったおじいちゃんたちのそばに座り、お不動産の前で雑談をしていると、庭に面したこちらのガラス窓を全開にしていた掃き出しからですね、だから縁側でガラス窓があってみたいな、そのね、庭とね部屋の境目のようなところ、ガラス窓を全開にしていたんですが、そこからですね部屋の中に一匹のオニヤンマが入ってきて、網戸の隅っこでそのオニヤンマが羽をばたつかせていたんです。立派なオニヤンマに近寄り、左右の羽をそっとつかみおじいちゃんたちに見せました。みんなで「ああ大きいの」と観察をしていると、おじいちゃんが「逃がしてやり」と言ったんで、庭に放ちオニヤンマはどこかへ飛んでいきました。そしてまた座っていた場所まで戻ってきたと思いきや、先ほど放ったオニヤンマが再び戻ってきたんです。すると今度は私の前まで一直線に飛んできて、私とにらめっこをする形でホバリングをし、これでブーッと目の前で、数秒経つとくるっと反転をして先ほど入ってきた吐き出しから出ていきました。みんなが半笑いで、私もきょとんとしていると、おじいちゃんが「お礼を言いに帰ってきたんじゃの」と一言だけ言いました。その後特に何もありませんが、同じ一つの命を持つ者同士、相手が何であろうと通じるものがあるかなと考えさせられた時間でした。すげえな。こう掴んではって逃がしたオニヤンマがすぐ帰ってきて、ここでホバリングっていうで来るっていうね、確かにもうありがとうって言いに来たとしか考えられないですよね。でも確かにね、こういう話聞くんですよ。虫だってねバカにしちゃいけないなっていう、やっぱりね虫にもねちゃんと魂が宿ってるんだってことわざありますけども、ある俳優さんね、あえて名前言いませんけど、この方結構そういうことを気にされるというか、スピリチュアル的なことが好きな男性の今50歳ぐらいかな、有名な俳優さんねいるんですけど、皆さん名前も言ったら分かる方なんですけど、この方がですね山の中でドラマの撮影かなんかしてたらしいんですよ。でその時にちょっとすごい藪って竹藪みたいな場所だったらしくって、とにかく蚊がすごいと。でもうスタッフさんとかがロケハンした時にもうすごい刺されちゃって「いやここロケーションいいんですけどもね、虫刺されちゃうんで今日とりあえず虫除けスプレーいっぱい持ってきたんでね、なんとかこれやってほしいけどちょっと刺されちゃう、僕らももうすごいんですよ」なんて言ってたんですって。そしたらその俳優さんが「いやいや僕は刺されませんから大丈夫です」って言って、でその竹やぶもねその撮影する場所に行った時に「今から撮影させてもらいます。ちょっとお邪魔します。
こうすごいいい場所なんでちょっとね皆さんのお宅なんですけどちょっとだけお借りさせてほしくって、でも今こういう作品作っててね僕こういう思いで撮ってるんですよ、だからねこれすごく大事なシーンなんで本当すいませんけど今からちょっとお世話になります、場所お貸しくださいお願いしますって言って撮影したらその日その俳優さんはもちろんカメラマンさん音声さんとかスタッフさんみんなね蚊に刺されなかったっていう話があって、でその方だって虫さんだってねちゃんとこうお話ししたらもうちゃんと説明しなきゃダメですよ、だって僕らがお邪魔してんですからつって、でなんか他の時もちょっとこうなんていうんですか蜂なんかが飛んでてねスズメバチとか危ない山道を通る時にも「僕はそういった刺されません」って言って「今日失礼します」って山に向かって手を合わせて「今日こうで撮影させていただきますねちょっとお邪魔します」って言って「僕いつもこうしてますけどなんか蜂とか刺されたことないです」ってで言っててね、で実際そういうことをみんな目の当たりにしたんで、確かにそうだよな、勝手に自分たちがそこに入ってて撮影してるんだからで刺されたとかこうパンパン叩いたりとかうわあっち行けとかスプレーでね虫除けってそりゃ失礼な話だよな、ちゃんと事情を説明してお願いしますっていう心を通わせたらねそんなことされないよなっていうことをみんな思って、なんかちょっと今ドラマその業界というかそのねクルーの方たち中心になんか今そういう自然の中で撮影する時にはそういうふうにやるっていうのが少しずつ広まっていってるみたいですね。なんか確かにそうだよなって思いました。はい、ぜひ皆さんもちょっとねなんかちょっと虫によく刺されちゃうんだとかっていう人はね今日の話も参考にしてほしいと思います。というわけで非常に興味深いお話ね本当にありがとうございました。今日ね紹介させていただきました5名の方ステッカー差し上げますのでぜひ概要欄にありますメールアドレスの方にタイトルステッカー係と書いて連絡先送ってください。よろしくお願いします。というわけで、今回は投稿怪談をお送りいたしました。皆さん本当にいつもありがとうございます。島田秀平のお怪談巡りでした。ありがとうございました。ここでですね皆さんにお知らせがございます。このお怪談巡りですねいつもホリプロのですねお笑いの稽古場にこうやってこうセットを組んで撮影してるんですよ。なんで休憩時間とか外にいるとねよくホリプロの先輩の皆さんにお会いするんですね。いろんな先輩方ホリプロいらっしゃいますんで会うと結構いろんな方が「お怪談巡り見てるよ」とか「ね今度出してよ」なんて話をしてくださいまして、で結構それが実現して伊藤和恵さんとか比企理恵さんとかあとは相田翔子さんとか東千鶴さんとかね、それで実際にご出演いただいたってこともあったんですけども、今日も実はもうついさっきなんですけど外で休憩してたら「お怪談巡り見てるよ」なんていうふうに声かけていただきまして、それがですね、俳優の田口博正さんだったんですね。ありがとうございます嬉しいですなんて話をしてたんですけど、実はこの田口さん芋洗坂係長の小浦和正さんとですねテンションっていうコンビを組んでてお笑いの先輩でもあるんですね。で実はそのお二人がですね35周年、コンビ結成記念して悪あがきというライブをやるそうでですね、ぜひなんかそんなこともなんかよかったらねみんなにちょっとたくさんね拡散してよなんて言われたのでちょっとぜひここでね皆さんにも知っていただけたらなと思ってもお話をしてます。これすごいのがですね、このお二人も大活躍なんですけども57歳を迎えたこの今ですね35周年を記念してのライブで1月の17日から19日もうすぐですね東京赤坂のレッドシアターの方で舞台の方、お笑いライブの方があるそうです。本当にこの田口さんもしかしたらお怪談巡りもね来てくれたらいいななんて思っていたりもしますんで、ご興味ある方伝説の2人ですんでお笑いコンビテンション見にですね足を運んでいただけたらと思います。というわけで以上皆さんへのお知らせ聞いていただきました。よろしくお願いいたします。